今週もトランプ関係で FX での相場が荒れましたね。中国の報復関税で月曜朝一から大きく窓が開いてチャートが壊れたり、トランプの関税一時停止発言で爆上げしてまたチャートが壊れたり、えげつない動きをした大相場の今週でした。そんな今週のトレード結果を今回も紹介していこうと思います。4月9日、今週最初のトレードは水曜日でした。その時の朝7時の時点で1時間足チャートを見ると、次のようになっていました。夜中12時頃から朝にかけて下がってきていました。この状態を見た時に、少しおしめ買いが入りそうな位置でもあるけど、下落トレンドを作って下がってきているので、この流れを引き継いで下がる可能性の方が高いと判断しました。よって、売りを狙っていくので、1分足でエントリータイミングを探っていきました。この時の1分足が次のようになっていました。チャートが結構汚いですね。これだとまだよくわからないので、少し様子見をしていたところ、次のようになりました。直近のチャートの形を見ると、ダブルトップになって急にいい形になりました。しかも、このダブルトップも高値を切り下げているので、買いの力が弱い証拠です。この形が出たことで、次のローソク足が陰線になったら売りでエントリーをすることにしました。では、次のローソク足を見てみましょう。陰線が出たので、この次のローソク足でエントリーです。この時の損切り位置は、直近の高値を上へ抜けた場所のマイナス20ピップスで設定しました。15分足で見ると、次のような位置になります。そして利食いですが、切り番手前のプラス60ピップスで設定しました。本当は目立った安値の手前のプラス100ピップスを狙いたかったのですが、そこまで行くとちょっと欲張りすぎだと思ったので、切り番の手前にしておきました。では、その後の動きを見てみましょう。なんとか利食いになってくれました。そして次のトレードですが、まず利食いになった後の15分足チャートが次のようになっていました。この状態だと引き続き売りを狙いたいのですが、微妙な位置にいるのですぐに売ることはできません。売るにしても、直近のレジスタンスとなりそうな場所までレートが戻ってきてから売ろうかな、といった感じでした。そこでしばらく様子見をしていたところ、次のようになりました。利食いをした場所から少し下げた後に戻ってきていました。15分足で見ると戻りが浅いのでちょっと何とも言えないのですが、1分足で見ると次のようになっていました。この状態だけを見ると1分足でも微妙な感じなのですが、よく見ると直前の動きでダブルトップができそうに見えました。しかも高値も切り下げているので、ここから下がってダブルトップを作ればさらに下がると感じました。このイメージを頭に入れた上でそのままチャートを見ていたところ、次のようになりました。いい感じでダブルトップになりました。イメージ通りの動きになったので、この次のローソク足でエントリーです。この時の損切り位置は、マイナス15ピップスで設定しました。本当は、直近の高値を上抜けた場所へ損切りを設定してもよかったのですが、15分足で見ると、戻りが浅い状態で入ることになるので、上昇してきたら強く上がると感じていました。それだったらさっと切った方がいいと思ったので、マイナス15ピップスで設定しました。ちなみに、15分足で見ると次のような位置でした。そして利食い位置ですが、直近安値のプラス30ピップスで設定しました。この時は11時を過ぎていたので、そこまで大きな値動きは出ないと判断して、いやしくサクッと30ピップスを狙っていきました。それではこの後の動きを1分足で見てみましょう。秒速で損切りです。2分持たずに損切りになってしまいました。30ピップスをいやしく取りに行った結果、15ピップスをあっさりやられるという結末に。この後は、イラつきながらお昼ご飯を食べて、早々に怒りの昼寝です。ちなみに、以前のトレード解説動画で、おやつタイムはあるのかというコメントいただいたのですが、おやつタイムは土日だけあります。本当は毎日食べたいのですが、太るので平日は我慢してます。ということで話を元に戻して、昼寝から起きて3時にチャートをチェックすると、15分足で次のようになっていました。損切りになって上がった後に、
大きく下げてまた戻ってきていました。しかも、いい具合の戻りだったので、売りが狙えると判断して、5分足を見てみたところ、次のようになっていました。いい感じで下げてきていたのですが、上昇の勢いも強いので、ここから買いが入って上昇しそうな形でもありました。だから、まだすぐにエントリーはせずに、一旦様子見をしたところ、次のようになりました。やっぱり一旦買いが入ってきて上昇しました。しかも、直近の高値を実体で上へ抜けているので、5分足で上昇トレンドは継続しています。こうなると入れなくなってしまったので、また少し様子見をしていたところ、次のようになりました。上昇トレンド継続後に、上がらずに少し揉み合っている状態になりました。ちょっと微妙な感じなのですが、これを1分足で見ると、次のようになっていました。ダブルトップができそうになっていました。しかも、高値を切り下げたダブルトップなので、買いの力が弱っている証拠です。これを見たときに、ここから下がる可能性が高いと思ったので、次のローソク足で陰線が出て、ダブルトップが完成したら売りでエントリーをすることにしました。では、次のローソク足を見てみます。微妙な陰線が出てきました。上髭になっていて、明らかに上行くのを嫌がっているのはわかるのですが、実態が微妙なので、一旦見送ってもう一本ローソク足を確認したところ、次のようになりました。今度はしっかりした陰線が出ました。これでダブルトップも完成したので、次のローソク足でエントリーです。この時の総見リーチは、直前の高値のマイナス20ピップスで設定しました。直前の高値を上へ抜けると、今度はダブルボトムが出来上がるので、さらに上昇する可能性が高くなると判断したからです。そしてリグ位置ですが、この時は1分足で目立った安値があったので、その場所の手前でプラス40ピップスに設定しました。本当はもっと伸ばしたかったのですが、前のトレードで損切りになっていたのでちょっとチキってしまい、確実なラインの場所にしました。では、この後の動きを見てみましょう。含み損を抱えずに利食いができました。しかも利食いした後に少し下がってから一気に戻ってきました。もし利食いを伸ばそうとしていたら縦値でした。今回はチキったことがいい方向へ動いてくれました。そしてこの後ですが、まず利食い後の状態を5分足で見ると、次のようになっていました。ちょっと微妙な位置にいるので、売るにしても戻りを待ちたい状態でした。そのため、しばらく様子見をしていたところ、次のような動きになりました。戻ってきた後に大きく下がっていきました。チャートを一応監視はしていたのですが、微妙にタイミングが合わずにエントリーができませんでした。例えば、利食い後に戻ってきて、ダブルトップを作った場所がありました。この位置なんかは、高値も切り下げていていい形だったのですが、5分足で高値と安値を切り上げているのはなんか嫌だったんですよね。下がったとしても、トレンドラインにぶつかって反発しそうなイメージが、見聞色の破棄的な感じで湧いてきたんです。これだとあまり旨味がないので、ここではエントリーを見送りました。結局後から見ると、売りで入ったとしても、トレンドラインで反発をして縦値決済になっていました。そしてその後の動きを見てみると、次のような動きになりました。レートが戻ってきたのですが、私にとっては入らない形のまま夜中の12時になったので、この日はこれで終了となりました。4月10日、木曜日は朝7時の時点で1時間足が次のようになっていました。チャートが爆発してました。朝起きた時にチャートを見たら夜中に爆上げしていたみたいで、またトランプが何かいたと思ってニュースをチェックしてみたら、今度は完全一時停止発言などによって300ピップス以上の爆上げになったみたいです。このせいでチャートが壊れてしまったので、せっかくいい感じで下がってたのにやめてくれよって思ってました。こうなってしまうと、買うにしても上昇トレンドではないので、中途半端に買うとやられてしまいます。かといって、この爆上げになると、上昇の勢いが強いので売ることもできません。そのため、この日のトレードはほぼ諦めていたので、しばらく大して監視もせずに放置していました。そして、夕方の6時に15分足を見ていると、次のような形になっていました。
直近の流れを見ると、高値と安値を切り下げて下落トレンドになっていました。しかも少し戻りが入ってきていたので、急にエントリーができそうな形が出てきました。この流れだと、ここからさらに下がる可能性があると見て、一分足へ変えてエントリータイミングを見ていきました。その時の一分足が次のようになっていました。この形を見た時点でもう入ろうと決めました。なぜなら、レジスタンスとなる場所で反応しているし、ダブルトップも作っていたからです。よって、この次のローソク足でエントリーです。この時の損切り位置は、ダブルトップを上へ抜けた場所のマイナス15ピップスで設定しました。これを15分足で見ると、次のような感じです。そしてこの時の利食いは、直近のサポートとなりそうな場所のプラス50ピップスで設定しました。では、この後の動きを見てみましょう。すんなりと下がってくれて利食いになりました。この後は CPI の指標もあったので、トレードはしませんでした。でも、利食いをした後にさらに200ピップス近く下がっていったので、ちょっと利益を取り逃した気分になりました。それにしてもこの日はとんでもない動きでしたね。結局、トランプ発言で爆上げした分を全戻し以上に下がっていきましたからね。4月11日、金曜日は朝7時の時点で、1時間足が次のようになっていました。木曜日の最安値の位置から少し戻ってきていました。この形を見た時に、いい感じの戻りが入っていると感じたので、ここからすぐにエントリーができそうだと判断しました。よって、すぐに1分足へ変えてみたところ、次のようになっていました。この形を見ると、かなり微妙なんですけど、私からすると、この後にいい線が出たら一気に下がる形に見えるんですよね。はっきりした理由はないんですけど、ここは長年の経験による勘というか、だから、この後にいい線が出るようであれば、そのままエントリーをしようと考えていました。ということで、ローソク足を1本進めてみます。早速いい線が出てきました。そのため、この次のローソク足でエントリーです。この時の損切りは、直前の高値を上抜けた場所のマイナス15ピップスで設定しました。15分足で見ると次のような位置です。そして利食いは直近の安値の手前でプラス40ピップスで設定しました。ではその後の動きを見てみましょう。エントリー後は含み損を抱えることなく、そのまま下がってくれて利食いとなりました。そしてこの後ですが、大きく動いたのに残念ながらトレードはありませんでした。まず、利食い後の動きを見ると、次のようになりました。一方的に大きく下がっていったので、エントリーチャンスはありませんでした。その後にレートが戻ってきて、ダブルトップを作っていい形になったのですが、この時はお昼を過ぎていて、昼寝をしている時間なので入れませんでした。そして夕方3時以降の動きを見ていると、今度は大きく上昇して、ダブルボトムを作ったので、売りづらくなりました。だから、少し様子見をしていたら、今度は一方的に大きく下げていったので、エントリーはできませんでした。結局この後も、私のエントリーポイントは来なかったので、金曜日はたった1回のトレードで終わりました。まとめ。今週は、月曜日の大きな窓でチャートが壊れてから、トランプの関税一時停止発言でまたチャートが壊れて、毎日の値幅も簡単に200ピップス以上動くようなものすごい相場になりましたね。値動きも一方的に上昇したと思ったら、一方的に下落したりと、えげつない動きでしたね。スキャルピングをやっている人なんかは、取りたい放題の相場だったと思います。その一方で私の結果は、5戦4勝1敗で、プラス175ピップスという結果でした。1週間でこれだけ取れれば十分なのですが、今週の値幅からすると、物足りないと感じてしまいますね。しかし、こういう大きく動く相場というのは、利益を大きく取れる反面、大きく損もしやすいです。そのため、こういう時こそ、エントリーを厳選して、丁寧にトレードをしていくことが重要です。他の人が大きく利益を取っていて、自分がうまく取れていないと、取り残されたように感じるかもしれませんが、ちゃんとルールに沿ったトレードができたなら、それが大正解の立ち回りです。勝ち続ける人というのは、周りを気にせず、どんな場面でも自分のルールに沿ってトレードができる人です。
丁寧にトレードをしていれば、必ず自分に合う相場が訪れて、しっかり利益を取れるので安心してください。もしその他のトレード記録も見たい場合は、これらの動画も見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。